今日は、コッピエーレデッタセーラという、イタリア国内有数の、信頼される新聞の記事を紹介します。グッチとアンバサダー契約を結んだ、羽生結弦選手が取り上げられていました。コッピエーレデッタセーラは、イタリアで最も古く、最も権威のある新聞の一つです。1876年に創刊され、イタリアの政治、経済、文化に関するニュースを報道しています。日本の新聞に例えると、朝日新聞や読売新聞に相当します。この新聞のサイト内の特定のセクションはファッションに焦点を当てており、ラグジュアリーブランド、デザイナー、ファッションウィーク、スタイルアドバイスなど、ファッション業界に関するニュース、トレンド、洞察を提供しています。イタリアのジャーナリスト、コスタンツァ・リッツァカーサ・ドルソーニャによると、ちなみに、この著名なジャーナリストについて、最後にご紹介しますね。フィギュアスケート界の伝説、日本の羽生結弦が、グッチの新しいブランドアンバサダーに就任しました。これは数ヶ月前から予想されていたことです。昨年、東京のグッチ本社のコンテンポラリーアートギャラリーで開催され、世界中からファンが訪れて完売した写真家高井による写真展の時のことです。そして、正式に、日本の羽生結弦がグッチの新しいブランドアンバサダーであることが発表されました。29歳、宮城県仙台市出身の羽生は、16歳の時に、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災を生き抜きました。この地震は、日本史上、最も破壊的な地震で、2万人が犠牲になりました。羽生は、これまでに19の世界記録を保持しており、競技がより激しくなった現代のフィギュアスケート界で、1948年のアメリカのディック・バトン以来、2回連続のオリンピック金メダリストとなった史上最高のアーティスティックスケーターとみなされています。多くの怪我や幼い頃から苦しんでいる重度の喘息にもかかわらず、この快挙を成し遂げました。2018年、羽生は当時の安倍晋三師匠から、人々に夢と感動を与え、社会に希望と勇気を与えた、として、日本の最高勲章である国民栄誉賞を授与されました。これまでで最年少の受賞者です。羽生は20世紀の最も偉大なクラシックバレエダンサー、ニジンスキー、ヌレーフ、マヤ、プリセツカヤとしばしば比較されます。近年、フィギュアスケートはその原点から遠ざかり、単なるジャンプ競技になっているとされていますが、羽生は高度な技術能力と非常に高い芸術表現を組み合わせる本物の表情のダンサーです。彼のファンには映画監督のバズ・ラーマンやマイケル・ジャクソンの振付師トラビス・テインがいます。羽生はしばしばジャクソンとも比較されます。羽生は Google で最も検索されるアスリートの一人であり、日本の雑誌の表紙を飾る常連です。1年前、彼のエルジャポンのダブルカバーはグッチとのコラボレーションで販売記録を更新しました。北京2022オリンピック後にプロに転向した羽生は、彼が主役であり、プロデューサー兼共同振付師であるアイスショーでアリーナを埋め尽くしています。これらのショーは様々な芸術形式とスケートを組み合わせています。2023年、彼の2回目の個人ショー、ギフトはイタリアでもディズニープラスで配信され、ビートルズからマドンナまでの公演を行ったスポーツとエンターテイメントの殿堂。東京ドームで開催された初めてのスケートイベントとなりました。この際、羽生は東京フィルハーモニー管弦楽団と共演しました。そして、1700年代の日本人アーティスト、葛飾北斎に捧げられた展示会の一環として、羽生の肖像がアメリカ合衆国の美術館を巡回しています。最近では、2011年の地震を忘れないようにと、羽生がプロデュースしたアイスショー、羽生結弦、ノッテステラッタ。イタリアのグループ、イルボーロの同名ヒット曲にちなんで名付けられた、が終了しました。数年間、羽生は自身の地元である、宮城県にある田んぼアート。数千平方メートルの面積に、米を使って描くアート、で表現され、毎年数万人の訪問者を引き寄せています。これまでに、羽生はスケーターとしては巨額の300万ドル以上を、日本と世界の再建と様々な人道的な原因に寄付し、
自身の財産も販売しています。羽生は、競技時代から日本の文化とイメージをスケートに取り入れてきました。最初は、羽生が2回目のオリンピック金メダルを獲得した時に演じた映画やシリーズの主人公である神秘的な人物、安倍晴明にインスパイアされたプログラム、生命で、その後は1500年代の武将であり、後に僧侶となった上杉謙信についてのヘブン&アースでこれを行いました。また、羽生は宮崎駿の映画、千と千尋の神隠しで初めてオスカーを獲得した城久石が作曲した音楽を演じています。グッチのコミュニティの一員になれて嬉しいです。と、羽生は述べています。彼はテニス選手のヤニック・シナーや俳優兼歌手の2000など他の著名なグッチのアンバサダーに加わります。長い歴史を持つグッチは大きな熟練と創造性を示し、ファッションの世界を超えたコラボレーションを実施してきました。新しい道を一緒に探求することを楽しみにしています。ここまで羽生結弦選手に関する詳細を見てきましたが、イタリアのメディアによるこの深い取材と報道は、羽生選手が世界中でいかに広く興味を持たれているかを示しています。日本の田んぼアートまで触れられているとは、日本国内でさえも知らない人がいるほどの詳細です。この記事は、羽生選手の芸術性、人間性、そして彼が持つ影響力を見事に伝えており、スポーツや文化の枠を超えて、私たちにインスピレーションを与えてくれることでしょう。最後に、この記事を執筆したジャーナリストについてご紹介します。コスタンツァ・ウィッツァカーサ・ドルソーニャは、ニューヨークのコロンビア大学でライティングを専攻し、12年間アメリカ合衆国で生活しました。その間、ジャーナリストとして働いていました。2011年からは、コリエレ・デラ・セラと、ラ・レットゥーラでアメリカ文化や文学について取り扱っています。彼女が扱う問題には、文学賞における女性の代表性との関連でのセクシズムや、障害に関するものがあります。以前は、イル・リフォルミスタや、ラ・スタンパで、政治記者として活動していました。彼女は、ENI の元社長である、ガブリエーレ・カリアリの自伝、ステファノ・カリアリの父の物語を編集しました。彼女は、障害を持つ猫のミロを主人公にした多様性についての3部作の童話を執筆し、これはいくつかの言語に翻訳されています。彼女の最初の小説、推奨される容量を超えないでくださいは、摂食障害、依存症、完璧主義に焦点を当てたもので、これが劇作品になりました。これらのテーマ、およびボディシェーミングや自己の個性の需要などは、彼女が担当する、セッテのコラム内で頻繁に取り上げられています。ジャーナリストでありながら、小説家でもあり、エッセイストでもある方のようです。そしてこの方は、以前に、スポーツには偏見が多すぎるという話題の、文化欄の記事の締めくくりとして、男子スケーターの中で最も力強く、最もカリスマ性があり、多くの女子スケーターより繊細で、優美なこのスポーツのレジェンドとして、羽生選手に対する文章を書いています。セクシーな首、白鳥の羽、フリルのついたピンクのブラウス、タンクトップを脱ぎ捨てて、数百万人の女性たちを絶叫させるパフォーマンスなど、羽生は男性的要素と女性的要素をごく自然に融合させて、ジェンダーの固定観念を超越しています。なぜなら、羽生が発言しているように、フィギュアスケートは性別とは全く関係のない、己の個性の表現だからです。フィギュアスケートが完全にマイナー競技であるイタリアの一般紙で、このような記事になることは、異例のことで、コスタンツァ・ウィッツァカーサ・ドルソーニャさんの、羽生選手に対する大きな期待と、自らが表現する世界とが、非常に親和性の高いものであることを表しています。また、グッチジャパンのダニエル・ジート氏からも、祝福のコメントが挙げられました。羽生結弦選手のグッチのブランドアンバサダー就任を喜んでいます。彼は4歳からスケートを始め、2014年と2018年のオリンピックで金メダルを獲得し、国民栄誉賞を受賞するなど、顕著な成果を上げました。羽生選手は、グッチの一員として、ファッションを超え、世界のクリエイターとの結びつきを深めることを楽しみにしていると述べています。彼の新たな役割に対して祝福を送り、将来のコラボレーションを期待しています。と、リンクトインに投稿しました。フィレンツェのグッチも、X とインスタライブに加え、Facebook とリンクトインでも羽生結弦のブランドイメージ就任をお知らせしています。リンクトインは、
プロフェッショナルなネットワークを構築し、キャリアの機会を拡大するためのソーシャルネットワーキングサービスです。個人が自分の職業経歴やスキルをプロフィールに掲載し、企業や採用担当者と直接つながることができます。また、業界のニュースを共有したり、職業に関連する記事を投稿したり、オンラインでセミナーやワークショップに参加する場としても利用されます。簡単に言うと、LinkedIn は職業的なつながりやキャリアアップを目指すためのプラットフォームであり、X はより広い意味での情報共有や個人的なつながりを作るためのツールとして使われています。日本を含む世界中で使われていますが、日本国内でのユーザー数や活用度は他の国や地域に比べるとまだ低い傾向にあります。これは日本特有のビジネス文化や職業の探し方、ネットワーキングの方法に起因する部分が大きいと考えられます。今後は技術者や世界を目指す若い世代に広まっていく可能性のあるプラットフォームですね。何が言いたいかと言いますと、この LinkedIn というプラットフォームを使い、グッチアンバサダー就任を本家グッチジャパンの代表が拡散していることは、とても大きな意味があるのではないかと推測されているようなのです。今後の展開がとても楽しみになってきましたね。今回の動画で紹介した内容が皆さんにとって新たな発見をお届けできたなら幸いです。羽生結弦選手のこれからの活躍を心から応援し、また彼が私たちにどんな素晴らしい瞬間を見せてくれるのか楽しみに待ちたいと思います。それでは最後まで動画を見てくださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録お願いします。それでは良い一日を。